はい、ということでね、今回はこの壁を、コンクリート調にしてみました。ここからは、少し作り方の補足をしていこうと思いますので、ここまでで大体分かったよって方は、ここで動画を閉じてもらって大丈夫です。はい、まず今回使った塗料なんですが、タカラ塗料さんのコンクリートエフェクトペイントっていう塗料になります。この塗料は3色がセットになってて、各色を塗り重ねていくことで、本物のね、打ちっぱなしコンクリートのような風合いを出すことができます。で、直接壁に塗ることもできるんですが、今回は薄い 4mm のベニヤ板を壁のね、寸法に切り出して、それをこの塗料でね、コンクリート風にしたものを、壁に貼り付けていくっていう施工方法にしました。机を出したり、養生をしたりする手間が省けるのと、飽きたらベニヤごと剥がしてしまえば元の壁に戻せるので、賃貸などの現状回復義務のあるところでも、真似できるやり方だと思いますので、ぜひね、参考にしてみてください。で、塗り方は、まずこの一番大きな容器のね、セメントグレーを水で少しだけ薄めて、ローラーかコテバケで一気に塗っていきます。少し乾かして、下地が見えなくなるように二度塗りしていきます。で、この塗料は結構乾くのが早くて、15分ぐらいでね、ほぼほぼ乾きました。で、次に、このセメントダークグレーと、これがセメントサンドっていう、この2色を塗っていきます。でね、この2色は、5倍の水で薄めるっていう風になってるんですけども、まあ、ざっくり、適当で大丈夫でした。要はね、シャバシャバ状態になってれば OK です。で、今回はこの瓶の、半分ぐらいを使ったんですけど、この面を塗ってもね、大量に余っちゃったので、塗る面積にもよるとは思うんですけど、本当に少しでもね、全然広く塗れると思います。このダークグレーは、少し黒っぽいグレーです。サンドは、少し茶色っぽいグレーになる。で、シャバシャバにしたら、ビニール袋ですね。スーパーの袋とかでいいと思うんですけど、くしゃくしゃに丸めて、でそれを浸して、コツとしては塗るっていうよりも少し叩くようなイメージで、色をつけていくといいと思います。でそれでね、乾いた雑巾とか布とかで拭き取りながら、馴染ませていくような感じでやっていくと、うまくいくと思います。ダークグレーの方が塗った直後はほとんど色がつかないんですが、乾くと結構黒っぽい色が出てくるので、つけすぎないようにね、色の出方を見ながらバランスよく塗っていくといいと思います。で、2色塗り終わったら最後に最初に塗ったセメントグレーを少し残しておいて、それを同じようにね、水でシャバシャバに薄めて、ダークグレーとサンドの境目あたりを狙って、で、2色がこう馴染むような感じで色をね、塗り重ねていくと、いい感じのね、コンクリート感が出ます。で、塗装が仕上がったら、壁にね、両面テープで貼っていくんですけど、両面テープのままだと、粘着力が強すぎて、もしかしたらね、剥がす時に壁紙ごと剥がれてくる可能性が少しあったので、両面テープの上から、マスキングテープを貼って、粘着をね、少し緩和してます。これでおそらく剥がす時も壁紙まで一緒に剥がれてくることはないと思います。あとそれと、100均セリアで買った木箱を2つ、ベニヤと同時進行でコンクリート風に仕上げて、プランターポットにしてみました。で、この塗料は耐候性があって、屋外のものにもね、塗ることができるらしく、水にも強いみたいだったので、水を入れてからね、数日経つんですが、今のところ漏れてくる気配はないですね。で、最後、このグリーン用のね、棚なんですけども、材料はこういう 1x4 っていう、DIY ではね、定番の材料です。で、これを2枚をこういう風に合わせて、で、ダボって言って、この間に木の木片を数箇所こう入れて、ボンドでこうくっつけて、2枚を、剥ぎ合わせって言うんですけど、そういう風にして1枚の板にしてあります。動画ではこの耳の部分を薄くね、こう落としてると思うんですけども、この 1x4 っていう材料を少しここの角がちょっと丸くなってるんですね。なので、こう合わせた時に若干ここの合わせ目がね、溝がついちゃうという風になるんで、できるだけこうフラットにしたくって、ここのね、耳を落としたんですけど、これはやってもやらなくてもあんまり変わんないと思います。ちょっとね、新しく工具を買ったものがあったので、それをね、使いたくてやってみただけでした。で、この付け方なんですが、こういうね、棚受けっていうのを取り付けないで、いわゆる、壁からこう、棚が生えているような感じの、俗に言うフローティングシェルフっていうんですけども、こういう風にしたかったので、こういう感じでね、斜めに下穴を開けて、ビスを、ちょっと長めのビスを使って、壁の下地がちゃんとあるところをめがけて、3箇所ですね。1、2と、こっちにも1つと3箇所
だいたいこの板が何ぼだったかな、50センチぐらいだったと思うんですけど、このぐらいの板で3箇所留めることで、だいたい5キロ6キロぐらいであればね、十分耐えることができます。若干ねちょっとこうグラグラするんですけど、そんなに重たいものを乗せることもないので、十分な強度だと思います。はい、ということでね、こんな感じで仕上がったんですけども、個人的には結構気に入ってます。で、このコンクリートエフェクトペイントっていう塗料がすごく良くて、他にもいろいろねアイデアがちょっと思いついちゃったので、そちらもね順次やっていこうと思います。はい、それでは、今回はこれで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。